こんばんは。本日は殺人事件が発生しておりますので現場へ急行します。まあ通報からすでに結構時間が経ってしまっておりますが、私が急いでいるので急行です。さて、今回の現場はこちら、アルベルト・ヘイツ2階です。浴室のドアが開いていますね。これは犯人が開けたものか、陽民館さんが開けたのか、手がかりになるかはわかりませんが、一旦覚えておくとしましょうか。さて被害者さんはどちらに、おや、リビングのソファーの上で亡くなっておられるようです。辺りに血痕がありませんが、毒殺でしょうか。お名前はクイーンシー・シェフィールドさん。ご遺体にはピストルによる外傷が認められます。死因は、ライフル。あれこれは、色々とおかしいような。さすがにまだ材料が足りませんね。もう少し調べてから考えましょうか。ご遺体のそばに意味深に置かれたマッチ。もしかして犯人が現場に火を放って事件を闇に葬ろうとしましたか？違うみたいです。被害者さんの指紋しか検出できませんでした。しかしソファーが邪魔で調べにくいですね。不審なものは見つかりませんが、何か見落としていそうで不安です。被害者さんの周りに薬莢など発砲の痕跡はなさそうです。この部屋には窓がたくさんありますが、窓も割れてはいなさそうですね。物証らしい物証が見つからないので指紋に期待していきましょうか。開けっぱなしだった浴室のドア、特に指紋はありませんね。玄関ドアはいかがでしょうか。おや、第三者の指紋を発見しました。鳥穴さんだそうです。そうそう、本日の被害者さんは独身さんであることが確認されています。とはいえドアは開放状態でしたので、この指紋が犯人のものであるとは断定できませんね。メールは3件のみ。害虫駆除のお知らせ。もしかしてこの害虫駆除ってお前のような害虫は駆除してやるぞという犯行予告だったりします？妄想はさておき特に事件性のあるメールはなさそうですね。金庫やキャビネットにも不審な点や指紋などの痕跡はありません。物取りの犯行というわけでもなさそうです。そういえば、つい最近役所で陽民館さんの個人情報を拝見したんですよ。最近見た情報は、ここから思い出すことができます。よし、ヒットです。鳥穴さんは陽民館のようですね。もちろん、鳥穴さんが現場検証に来た人、つまりあの人の相棒である可能性もありますが、もしかして、陽民館さんによる犯行という激アツ事件でしょうか。盛り上がってまいりましたよ。さて、だいぶ材料が揃ってきました。まだ犯人はわかりませんが、この事件の不審な点を考えていきましょうか。この番組はスターチコーラ社の提供でお送りしております。今回私が不審に思っているのは、被害者さんの状態と凶器です。外傷と死因が一致しないことは多々あります。まず、ピストルとライフルによる2種類の外傷が存在することから、犯人は少なくとも2丁の銃を所持、使用している、ということが考えられます。問題なのはここからです。ピストルを撃つために犯人は現場、つまりこの部屋を訪れている必要があります。また、この部屋には窓がありますが、どの窓にも銃弾が貫通した跡がありませんでした。このことも、今回は狙撃ではなく現地で犯行が行われたという仮説を補強します。ですが、現場で薬莢や弾痕は発見できておりません。本当に犯人は現場に来たのでしょうか。そして銃撃が行われたはずの現場では一滴の血も流れておりません。しかし死因は毒ではなく確実に銃創。被害者さんの状態としてはソファーで亡くなっているというちょっと面白い状況ではあるんですよね。例えば犯人が犯行の痕跡を隠すためにクッションを押し当ててバンバンとかやったのでしょうか。とはいえ少なくとも無傷のクッションしか発見できておりませんのでこの線はなさそうです。今回は結構な難事件ですね。犯人は平均的な身長で女性であるという情報が得られたのはせめてもの救いです。この辺りの情報をもとに辿っていくとしましょうか。そういえば鳥穴さんって平均的身長の女性じゃないですか。まさか本当に陽民館さんによる犯行を？いえ、ちょっと落ち着きましょう。さすがにこの2つの条件だけであればかなり多くの人が該当しますから慌てるのはまだ早いです。そうそう、念のためこの陽民館さんのお名前と指紋を確認しておきたいんですよ。お仕事中の陽民館さんとはお話できないのですが、おそらくこの状況を打破する方法があるので試してみましょう。そういや。しばらく追いかけっこをいたします。挨拶前のアンブッシュは一度までなら許されることでしょう。さて、気は済みましたか？どうも、探偵です。どうも、マリーナ・シャフチェックだ。この陽民館さんのことをご存知ですか？こいつは俺の同僚の鳥穴で雇って C エンフォーサーディビジョンで働いてるな。ふむふむ。今日の午後7時半頃にボスウェルストリートで見かけたな。タンジェリンの付近にいた。何かに怒っているように見えたな。ほう。捜査が行き詰まっているのですが、指紋をいただいてもいいですか？まあ、調査のためだったら。ありがとうございます。
マリーナさんの証言は面白かったですね。まず、マリーナさんがトリアナさんを最後に見かけたのはタンジェリンというお店の近くだそうです。アルベルト・ヘイツの2階ではありません。ということは、マリーナさんはトリアナさんと一緒にここへ来ていない。トリアナさんは仕事でここに来たわけではない。ということになりませんか？また、何かに怒っているように見えたというのは、犯行前後の犯人に対してよく見られる表現です。残念ながら監視カメラには犯人らしき人物は映っていません。どうしましょうこれ。本当に犯人は陽民館さんなんじゃないですか？この事件を追っていったらスターチコーラ社に消されたりしません？シャドウズ・オブ・ダウトバージョン 1.0 は9月26日リリース予定らしいです。何か見落としているものがあるのではないかと現場に戻っては見たものの、やはり狙撃の痕跡は見当たりません。かといって犯人の侵入の痕跡もないというのも事実。今のところ最有力の容疑者候補はトリアナさんで、私もぜひこの人が犯人であってほしいと思ってはいるものの、あまり使いたくはありませんが、この手で行きますか？銃器店へ行きます。銃器店、非常に強力なのですがワンパターンになってしまうんですよ。なのでこのシリーズでは最終手段扱いにしています。このゲーム、事件の解決方法はいろいろありまして、せっかくですからいろいろなアプローチを見たいし見ていただきたいという気持ちがあるんですよね。というわけで最強のお店銃器店で最近ライフルを購入した人の情報をいただきます。ターゲットはイニシャル CA さん。残念ながらトリアナさんは捜査線上から消えました。イニシャル CA の人、案外、被害者さんのお知り合いにおられるんじゃありませんか？というか、被害者さん、随分とコンパクトなアドレス帳ですね。そういえばメールも全然ありませんでしたって、マルチプレイのゲームをソロで楽しまれるタイプの方ですね。そうだ、購入時刻が判明しているということは、監視カメラに購入者、つまり犯人のお姿が映っていたりしませんか？なさそうです。随分と顧客のプライバシーに配慮したお店ですね。それとも通販だったんですか？さてアドレス帳に載っていたお名前でイニシャル CA の可能性があるのは2名でしたが、どなたも微妙に違いましたが、探偵はここで諦めません。まだやれます。役所のデータベースは2文字入力しないと検索できないのですが、実はスペースも1文字としてカウントされるんですよ。ということでスペース A と入力することで A で始まるファミリーネームが検索できます。ではこの中からファーストネームが C で始まる人はいました。しかもイニシャル CA はお一人だけです。ようやく見つけましたよ。こんにちは。実は私害虫関係の調査中でして、お部屋の検査をさせていただいても？もちろん、入っていいぞ。ありがとうございます。すぐ済みますよ。まあ、この方が犯人だとは思うのですが、正直、銃器の購入履歴とお名前しか根拠がないので少し不安はあります。あり農場のあり、全員処刑してやる。おや、この思想強めのメモは、どうも犯人さんっぽいですね。寝室に向かわれました。それではお休みになるのを待って逮捕。ちょっと待ってください。どちらへ？やっぱりお出かけすることにしたんですか？まあ一旦落ち着いていただいてよかった。どうにか確保できました。ちなみに凶器ってお持ちだったりします？はい、お持ちですね。ありがとうございます。せっかくですから少しお部屋も拝見していきましょうか。思想メモの他に何か面白いメールもあるかもしれません。あなたの近隣の方から騒音の苦情が寄せられました。詳細は以下の通りです。頻繁な窓の開閉、弾けるような大きな音。これってつまり、許可のない発砲、あなたのアパートから聞こえてくるとのことです。そういうことですよね。これで全ての謎は解けました。今回の事件は狙撃ポイントはこの部屋です。このタイプの事件では、狙撃ポイントから検出した指紋を、犯人が現場にいた証拠として提出することができます。狙撃ポイントはここ。そして、犯人がこの部屋の住民である以上、指紋は取り放題です。これで全ての証拠が揃いました。なかなか手こずりましたが、結果オーライなんじゃありませんか。よし、バッチリです。残念ながら犯人は陽民館さんではありませんでしたが、迷宮入りを回避できたのでよし。そういえばいつの間にか役所、治りましたね。一時はどうなることかと思いましたが、結婚なども聞いています。よかった。新パーク、軽い不法侵入には長めの猶予期間がつきます。なんですって。ついに法のしがらみから解き放たれましたよ。